皆さんこんにちは。手帳の時間です。今日はお友達を飛行場まで見送りに行ってきました。お土産も渡せて、たくさん話せて、最後にまた遊びに来てねと言えました。バイバイするのはちょっと寂しいですね。空がとっても青くてすごくお天気が良かったです。帰り道少しだけカフェでノートを開きました。外で見た景色や帰り道の気分、そういうものも手帳を始める小さなきっかけになります。お出かけ用の手帳バッグは無印のものです。黄色のマーカーとブルーのキラキラペン、この組み合わせが爽やかで今月はよく使っています。帰宅してから机の上を少し整えて、今週のページには飛行機のモチーフを入れたいなと思って飛行機のシールを探しました。平凡な日常をゆっくり味わえるバレットジャーナル。6月のページを少し見返してみると、最初のウィークリーページはクローバーがテーマになっています。そして次の週はアヒルがテーマです。その時々の気分がページに残っていますね。ウィークリーページは予定を書く場所でもあるけど、私にとっては今週をどんな気分で過ごしたいか考える場所でもあります。その日に行った場所や見た景色からテーマを決めるのも楽しいです。お友達の見送りから始まった今週は、飛行機のシールを使って少し旅気分のページにしてみることにしました。今日見た爽やかな空カラーのマーカーで、今感じているほっかほかの気持ちをそのまま書けるスペースを作ります。予定を書いたり、スケジュールを確認する前に、まずは今週の気分や気持ちを書き出す。それだけで手帳を開いた時の気持ちが変わります。周りに小さなシールを足したり、マーカーで点線を描いたり、なんとなく手を動かすととてもリラックスできました。6月のやりたいことリストも少し見返します。こういうリストは書いた時はワクワクしてるのに、日が進むといつの間にか見る回数が減ってしまうことがあります。今月読みたかった本の一つがサピエンス全史だったので、表紙を小さく印刷して手帳に貼ってみました。よく使っているキヤノンのインスピック。読書記録というと綺麗な感想を書かなきゃと思ってしまうけど、表紙を貼って横に一言書くだけでもちゃんと記録になります。本を読んだ時間も見た景色と同じように自分の中に残しておきたい日常の一部です。
本の表紙を貼ると、それだけでページの中に小さな本棚ができたような感じがします。上のページは映画を見た記録で、下のページは読書記録です。映画も本も見終わった直後や読み終わった直後には何かしら心に残るものがありますが、その感覚は意外と早く薄れてしまいます。後で見返した時に、この時こんな風に感じていたんだなと思い出せるくらいの簡単な記録です。黄色いドットマーカーで6月のやりたいことリストをチェックしてみました。一つずつ見ていくと、思っていた以上にチェックがついていて自分でも少しびっくり。特別に意識していたわけではないのですが、気づかないうちにできていたことがたくさんありました。ここからはちょっとしたお楽しみコーナーです。余っていた100均の付箋を使って今日見かけたお花を作ってみました。こちらは100円ショップダイソーで購入した真四角の付箋です。こういう付箋よく余りがちだと思うので、これから夏にかけて使える可愛いモチーフを一つ一緒に作ってみましょう。使うカラー今回は2色です。パープルとグリーンを使っていきます。ではこのパープルの線を1枚取って、そして三角に1回、もう一つ三角に1回、このように形を作ります。そして1、2、3、ここの部分を少しだけ丸くカットします。まずここの2点をちょっとこんな感じで左右バラバラですけど、このように丸くカットしたら、真ん中は半分、ここの半分とここの半分の地点を目指して丸くこんなようにカットしてみましょう。ちょっとぐちゃぐちゃになってしまいましたが、開いてみましょう。どんなモチーフができるでしょうか。はい、皆さんこちらは何に見えますか？これは朝顔です。朝顔のお花ができました。綺麗にね、丸くカットできてないのでバラバラな形になっていますが、それは気にせずちょっと貼り付けてみます。次はグリーンの線で葉っぱを作ります。1枚取って三角ではなくこのように半分に長方形に折ります。そしたらここの角のところからグイーンと斜めに入れてハートを作るような感じでこのように切ってみます。開けてみましょう。少し細長いハート型になりました。これを朝顔のお花と葉っぱみたいにすると大きいフレームができるので、上から文字とかメッセージを書くとすごく素敵に仕上がります。ちょっと糊で貼り付けてみましょう。以前はアジサイとかを作ったんですが、季節に合わせて余った100均の付箋だったりシールだったりを使っていくのはすごく楽しいですよね。
なのでいつもこのように簡単にできるモチーフを研究しています。この朝顔のお花はすごく見た目も綺麗なのでやってほしいです。で、葉っぱはこんな感じで、どっちでもいいけどちょっとつけてみましょう。上から文字も書いてみますね。この端にどっちかにつけると可愛いので、この辺にペタッとつけてみましょう。遠くから見るとこのような全体像なんですが、朝顔に見えてきたでしょうか。この上に文字を入れてみます。いくつか色を増やして大きいものと小さいものを作ってみたり、あと葉っぱをこのように重ねてみたり、朝顔のページを作ってみました。どうですか？文字を入れるとフレームみたいですごく可愛く仕上がります。周りも黒枠で囲んでもまた違った印象になると思うんですが、朝顔はつるが支柱に巻きつく姿が特徴的なので、こういう緑のペンを取ってくるくるっとちょっと空白のところにくるくるを描いてあげるとより朝顔っぽくて可愛いです。くるくるは何回でも大丈夫です。1、2ピュンとこんな感じです。余った付箋でこのように見開き1ページが完成しました。手帳には空白がたくさんできると思うので、大きいモチーフでペタッと貼ってあげたら空白があまり気にならなくなるかもしれません。ぜひやってみてください。以前ご紹介したこの付箋を折るタイプのデザインはこのように文字を入れてみたんですが、ずらす、折る、付箋をカットするとか、そういう3つの使い方がありますよとまとめてみました。こういうのもね、楽しいです。あと付箋にシールを貼ったりとか、7月のモチーフここをひまわりに変えても楽しそうですよね。パレットジャーナルの中身も見せてくださいということだったので、例えば私の場合はここハビットトラッカーということで、自分に無理のない範囲で4つ自分のリズムが記録できるものを置いています。朝起きてお水を飲む、寝る前にストレッチをする、全然できてないけど、そういうリズムなんだなといつも思っています。そして文字の練習だったり、夜のゆるゆるジャーナリング、こちらもドットマーカーでポンポンと押しながらチェックをしています。メモ欄はその月のモチーフ、ここは傘のモチーフを使って気になることをまとめてみたりとか、あとウィークリーページは1週間ごとにテーマを決めていて、このページはクローバーをメインにページを作ってみました。100円ショップの白いシールに
簡単なクローバーの絵を描いて、日付を白いペンで書いて1週間を過ごしています。これがね、すっごく楽しいので、ぜひ皆さんにもやってほしいです。6月のテーマカラーはブルー系なので、このブルー系に似合うように全体をまとめる意識を持っています。そして次のページが、余った付箋が水たまりに見えたので、ここにアヒルのシールを貼ってみました。使ったのはバンデさんの1枚ずつめくれるマスキングテープ、刺繍の森の水辺というものです。ちょっと開けてみますね。1枚ずつめくれるということで、ちょっと大きめのサイズにはなるんですが、1枚ずつめくれるってかなり便利ですよね。これをメインにして先週はやってみました。例えばこれだったらカモのシールになっていると思うので、例えば緑を使ってみようかな、黄色を使ってみようかな、茶色とか水色を使ってみようかなというふうにペンの色を考えることができます。私の場合はたまたま1枚目がアヒルだったので、ここにペタッと貼ってみて、ここの黄色とちょっとオレンジっぽい色で100円ショップのまた丸シールを使ってアヒルモチーフを作ってみました。できるだけ買ったものを大切に使えるように、こういう風にモチーフに変えたりとか、白い丸シールには今週の思い出をちょっとイラストで書き留めて上に文字を書いてみたりしています。今週は週の始まりが、お友達を飛行場までお見送りしたので、空とか飛行機とか旅行系のモチーフにしようかなと考えています。それでは最後にありがとう日記を書いて終わります。今日は6月の15日の月曜日なので、まだここは空白で文字が埋まっていませんが、文字が埋まってくるとすごく幸せなページになります。もしマンスリーのページがあってちょっと書くことがないなという時には、ありがとう一言日記を書くのもおすすめです。今はショップで789のテンプレートをダウンロード版と物販をご案内しているんですけれども、7月のテーマが夏の秘密、8月のテーマが木陰レター、9月のテーマが秋の扉になっています。それぞれおまけの画像とかもついていて、3ヶ月でちょうど習慣化しやすい優しい習慣セットになっているので、ダウンロードだとすぐに使えますので、自分の好きなノートにぜひこれをカットして貼り付けて、このようなページを作ってみてください。特にハビットトラッカーのカレンダーはすごくおすすめです。